24年前に生産されたダイハツミゼット2購入しました。いやー、いいですね。このおもちゃ感たまりません。プラモデルに乗る感じですね。今日は納車されたばかりのミゼット2の内外装を紹介して初走行動画も撮影します。面白い絵になると思います。これね、高速道路走行できるんです。嘘みたいでしょ。意外と2人座れます。後で嫁に乗ってもらって一緒に走行してみます。それでは簡単にスペック紹介します。エンジンは 660cc ノンターボです。最大出力33馬力、最大トルク51ニュートン。駆動方式は FR の2です。車両総重量880キロ。車の中ではダントツで軽いです。最大積載量は150キロです。サイズも超ミニマムで、全長が 2890mm、 全幅に関しては 1290mm しかありません。もうどんな駐車場でもすごい余ります。どこでも止められますね。この車は2000年に生産されました。24年落ちの中古車で、走行距離は10万キロ、価格は59万8000円、高級パで買いました。10万キロなんですが、ボディはそこそこ綺麗です。この車は2000年に生産されたんですが、翌年2001年にミゼット2自体が生産終了しました。もう本当に最後ら辺の後期モデルです。ミゼット2自体最初に生産されたのが1996年です。で、2001年に生産終了なので5年間しか生産されていません。なので台数はかなり少ないですね。で、ミゼット2の初代普通のミゼットはこの前輪が1つで後輪が2輪、合計3輪でした。こちら後期モデルなんですけど、前期との違いはエンジンがインジェクション電子制御燃料供給式なのでよくかかります。前期はキャブレター仕様です。エンジンも後期モデルの方が最大出力トルクともにほんの少しだけ上がっています。このカラーブルーすごい綺麗ですよね。純正色です。ミゼット2は緑が多いので珍しい色です。で、こちらはトラックモデルなんですけど、もう全体が覆われているカーゴモデルもあります。で、肉しかないので肉買ったんですが、自分の住んでいる富山県は雪降るので雪の日はもう遠出しない予定です。主な使用用途はゴミ出しと近所散歩用です。自分の住んでいるところは田舎なのでゴミの収集所まで車で行きます。言うても3分とかなんですけど、歩くと15分ぐらいかかってしまうので車で行ってます。でもトラックなのでこのままゴミ突っ込んでそのまま出せます。その他今考えているのは庭の除雪に使えないかなと思ってます。この前にスノープラウ、大きいブレードのようなものをつけてミニマムな除雪車として使えないかなと思ってます。そして YouTuber 的にはこの荷台ですよね。ここで車中泊できないかなと思ってます。この荷台にテント張って車内というか荷台泊、車上泊になるんですかね。この荷台を延長して DIY すればテント立てれると思います。そんな車中泊旅絶対面白いですよね。今からちょうどいい季節になるので楽しそうです。使い方無限大ですね。それでは外装からチェックしていきます。この愛らしい顔、まるで生き物のようです。ちょうど真ん中ミゼット2というロゴがあるんですけど、ここ前期モデルはスペアタイヤがありました。後期モデルは後ろに行きました。で、なんとこれワイパーは一つなんですね。面積が狭いので1本でいけます。で、前に結構張り出したフロントフェンダーのようなものがあります。かっこいいですね。またこのレトロなライトが愛らしいです。一旦光らしてみます。スモールオン、ライトオン、ハザードオン。これ高さ 1650mm なんで、もう立ったままでもルーフが見えます。上も結構綺麗ですね。これすごいですよね。レーシングカーのようなオーバーフェンダー。ドアミラーはもちろん手動です。運転席のすぐ後ろ、こちらは燃料の給油口になります。タイヤホイールなんですけど10インチです。めちゃくちゃ小さいですね。で、これは前のオーナーさんがアルミホイールに変えられてます。タイヤの空気圧が前輪が 1.9kg、 後輪が 2.6 です。結構低めですね。ここに整備記録で10万キロ超えてからタイミングベルト交換しているです。これでまだまだ走行できますね。はい、リアはこんな感じですごいコンパクトな荷台があります。スペアタイヤはここにあって簡単に取り外すことができます。で、マットがあるんですけどミゼット2って書いてますんで、これ純正のマットですね。下は結構綺麗です。荷台のサイズ実寸で測ってみます。長さが115センチ、横幅が約120センチあります。
45リッターのゴミ袋でしたら余裕で10個ぐらいは詰めると思います。荷台の煽りはこれボルトで止まってますんで取り出すことできます。このコンパクトさ、なんかワクワクしますよね。で、運転席入る直前、ここにサイドブレーキあります。で、リクライニングはできません。ここただちょっとしたスペース、本とか置けますね。ここにシフトレバーがあって3速 AT です。 MT もかなり面白そうなんですけど、嫁もなりますんで今回 AT です。で MT の場合はここにシフトが来ます。なので MT の場合は一人乗りです。ハンドルはパワーステレリングなしなんで結構重たいです。動いていたら軽いんですけど、止まってる時は結構回す時よいしょっていう感じで回さないといけません。メーターは120キロまであります。エンジンの回転数はないですね。で、窓なんですけどハンドルくるくるです。これで開けます。日よけのサンバイザーは1個だけで、バックミラーはなんと助手席についてます。これ振り返ると後ろの視認性はすごいんで、バックはやりやすかったです。このコンパクトな空間に全てが集約されていて、なんか座ってるとレーシングカーのコックピットに座ってるような気分になります。助手席なんですけど、もう笑ってしまうぐらい狭いです。運転席がこちらに対してもうこんだけしかありません。ちょっと実寸で測ってみます。横幅が31センチですね。2人で座るとかなり密着しないといけません。助手席側にもこの窓があるんですけど、前期モデルはこの窓が開かなくてもはめ殺しのようです。もちろん助手席もリクライニングできません。で、後ろこれレバー倒すとこの車載のジャッキがあります。で、よく見るとこんなところに室内灯があります。で、この車なんとエアコンついてるんです。ここに搭載されています。空気の取り込みの内気循環と外気循環なんですけど、なんとこのレバーです。こうすると外気循環で、これを上げると内気循環になります。で、風の吹き出し口はここで変えれます。2つだけですね。で、あとはこれで風量変えれます。で、こちらはヒーターの温度ですね。で、エアコン、冷房の温度もこちらで決められます。ドライブレコーダーがついています。で、ETC はありませんでした。前のオーナーさんは高速道路を乗らずに近場だけ走っていたようです。で、これ間何もないんで、この左からでも右からでもどっちからでも運転席に入れます。運転席の前の方にレーダー探知機ですかね、前のオーナーさんが付けられていました。で、メーターの横すごい目立つところにラジオがあります。なんかすごい古そうな感じですね。このラジオを聞きながら運転すれば車内は2000年に戻ったような感じで雰囲気を楽しむのもいいですね。はい、車内にエンジン音が響き渡ります。意外といい音ですね。これマフラーからの音なんですけど、外は静かです。はい、じゃあ右側がこれウインカーですね。で、ハザードランプはここハンドルの真ん中にあります。で、これがワイパーですね。はい、押し開きもあります。で、ちょっと寒いんでヒーターつけてきます。うわ、これ楽しい。もうゴーカートですね。結構速いですね。ブレーキ離して走り出すクリープ現象、普通のオートマ車より速かったです。やっぱり車体が軽いからでしょうね。減速してから立ち上がりですよね。すごい車体が軽いんでめっちゃ速いです。というかですね、地面から近いんですごい速く感じます。40キロで走っていても楽しいです。この路面のですね、ダイレクト感がすごいです。もうこれはスポーツカーですね。3速 AT なんで、この立ち上がりのシフトショックはまあまああります。さっきガソリン入れていきます。燃料はレギュラーです。燃料タンクは31リッターです。はい、満タン入りました。それでは一般道街乗り走行していきます。今制限速度の約50キロなんですけど、エンジンの音かなりします。これ高速道路乗ったらどうなるんでしょうか。やっぱり軽自動車のエンジンで3速 AT なんで、エンジンの回転数が低回転で走るというよりか、ガンガン高回転まで回っていって走るような感じになります。
視認性なんですけど、このフロントウィンドウが結構上の方まで開けていますんで、開放感はあります。でサイドの窓も近いんで、なんかバイクに乗ってるそんな気分です。そして歩道を歩いてる人とか対向車の人によく見られます。確かにこんな車街中走ってたら見ちゃいますよね。ちょっと恥ずかしいです。加速なんですけど普通に走ってくれます。めちゃくちゃ遅いんかなと思ってたんですけど、信号ストップから制限速度の巡航速度に入るまで他の車に問題なくついていけます。コーナーで減速して立ち上がりもスムーズに加速してくれます。ちょっと富山県この辺なんですけど、坂がなくて上りが確かめられないんですけど、山道走行も楽しそうなんで走ってみたいですね。はい、一時停止ありますんでちょっと強めにブレーキングしてみます。お、しっかり止まります。車体が軽いのでなんか自転車のように止まってくれます。もうほんと街乗りのちょっと乗るのすごい向いてますね。ただこれちょっと車内が狭いんで窓が曇ってきました。乗り心地についてなんですけど、正直あまり良くはありません。で特にシートとかですね、直角なんで長時間はきつそうです。で左右のコーナリング時もホールド性はあんまりないので、足とハンドルで体を支えている状態になります。コーナリングはもうすごいよく曲がります。走っていて気持ちいいです。もう全然ロールもしません。なんていうんですかね、本当に地面に吸い付くように曲がっていってくれます。この車体の幅が狭いので車線いっぱいにアウトインアウトみたいな感じで使えばかなりきついコーナーでもスムーズに曲がれます。もちろん後ろに車がいない時に限りますが、本当に幅が狭いんでどこでも入っていけます。普通こんなとこ車じゃ絶対走りたくないですよね。もう自転車ですね。あ、行き止まりのとこまで来ちゃいました。こんな感じで狭い場所でも U ターンすぐできます。いやー面白いですね。初めて原付バイク乗った時のことを思い出しました。せっかくなんで高速道路を走ってみます。行けますかね。スピード感はすごそうです。一区間走ってみてやばそうだったらすぐ降ります。はい、高速合流します。フル加速です。現在70キロ、80キロ、80キロ、本線入りました。エンジン音はかなり車内に響きます。意外と速度は出ます。良かったです。80キロ巡航がギリギリといった感じです。速度はねこれ以上出るんですけど、やっぱりエンジン音がかなりうるさいです。なんかそれも相まってかなり速度感はあります。普通の車の120キロぐらいな感じです。心配してた風の煽りなんですけど、今日結構風が吹いていて、で両サイド風を遮るものがないんですけど、これは意外と安定しています。もう普通自動車のような安定性があります。これは意外でした。先ほどトラックの追い越しもあったんですけど、風圧で揺れることもありませんでした。このエンジン音だけ我慢すれば意外と高速道路は快適ということが分かりました。はい、高速道路のコーナリングも安定しています。なんかマリオカートで走ってる気分です。エンジンが結構鳴ってますんで、上りのきついところはしんどいかもしれないですね。この辺はまた検証してみます。いや刺激的な走行でした。今日一日触れてみて乗ってみて感じたメリットデメリットなんですけど、まずはデメリットからです。ただこの内装はねもうデメリットというか味になっちゃうんで、走行して感じたことがメインになります。やっぱり車内狭いんでガラスがすぐ曇ります。内側です。ヒーターつけてたんですけど、この内気から外気導入に変えれば多少マシになりました。ただそれでもやっぱり曇ってしまいました。普通の車にはエアコンの AC スイッチありますよね。あれを押すとガラス内側の曇り取れると思うんですけど、 AC スイッチがありません。これどうするんでしょうか。知ってる方いれば教えてください。とりあえずしばらくはガラスの内側に曇り止め塗っておきます。今日街乗りしていてよく止まるし走るんですけど、すごく自然を感じます。これはもう購入する前から分かっていたことなんですけど、街中や交通量の多いところ、歩行者の方からよく見られました。でこれフロントガラスも近いし左右も近いんで、なんか360度見られてる感じがします。少し恥ずかしかったです。
多分見られた方はなんか変なおっさんおるわって感じで見てたんじゃないでしょうか。さっき走行動画見てもらった通り、高速道路はかなりうるさいです。ロードノイズもよく聞こえます。もう外にいてるんちゃうかっていうぐらい車内に響きました。エンジンもこの椅子の下にありますんでよく聞こえました。ミゼット2で食べに行くとしても一般道中心が良さそうです。デメリットでもあったエンジン音なんですけど、よく伝わるし振動もあります。今の車にはないダイレクト感、おもちゃのようですがすごく楽しいです。近所ゴミ出しに行くだけですが楽しいです。なんか帰りとか寄り道して細い道に行きそうになります。ミゼット2で行くキャンプは絶対楽しいですよね。どんな道も行けるので自分だけの引きを探しに行くのも面白そうです。早く行きたいです。パッと見綺麗なんですけど、やっぱりかなり古い車なんでいろいろ問題も見つかりました。まず1個目ですよね。これ荷台の割れがあります。これどうやって直すんでしょうか。ちょっと修復しておきたいですね。雨とか入りそうです。そして2つ目なんですけど、これ一番気になりました。ハンドル回すとキッキー言います。これは自分で直せるものなんでしょうか。購入した車屋さんがネット経由なんでかなり遠いので、近場のダイハツディーラーさんに1回見てもらった方がいいですね。そして3つ目は車上泊する用の荷台の DIY です。ここの上でテント張りたいんですけど、どうしようかなって感じですね。一旦この煽りを取ってしまって、で木の延長をパタンって倒せるようにして、そしてもうちょっと木の台を延長します。そして板を支える棒みたいなのもいりますね。それも作ります。またこちらはでき次第車上泊キャンプに行って動画にしたいと思います。はい、それではですね、実際に読め読んで車に乗ってみたいと思います。どんな反応するんでしょうか。楽しみです。これミゼット2どう？ちっさかわいいな。うん。これ2人乗り？そうやね、2人乗れんね。ほんまに乗れるこれ、うん、なんか鳥山明先生の描いた車みたいな。確かにな。ね、すごいかわいい。うん、今の車にはないデザインやからね、うん、漫画みたいほんまに。でな、これもう生産終了やから、あ、そうなの、だからもう買っとこうと思って。もうこの先手に入れへんやろこんなんて。めっちゃレアもんやん。そうそう、たまに街中で見るよね。見るよね。ね、うん、まさかそれ買うとは思わんかった。奈良でよう見てたね、たまにうんうん走ってる人がおって近くに。そうええなと思ってて、な、ここにゴミ袋を下ろして収集所まで持っていくから、ちょうどいいねこのサイズ。そうやろ、ゴミ出し車でするからさ、でも N 版やと匂いがつきそうでさ嫌やなってちょっと思っとったし。そうやね、汁とか垂れたらちょっと嫌やもんな。そうそう、これすごくちょうどいい、こうやってもう雨濡れてもいけるから、このヘッドライトとさ、ミラーもこれ丸くてこれが可愛いな。なレトロな感じ。そうやな。ね、はやならや。乗ってみて。あ、いた。これ狭ない？いける？ここ半分やん椅子がさ、運転席の。おまけ程度の椅子やろ。なあ、はい、乗りますよ。これおけつはみ出んでこれ。の。あ、頭当たった。閉めてみようか。どう？圧迫感すごい。あ、でも意外と座れるわ。面白いな。なんやろこれ。ここからもう運転しちゃうで。遊園地のアトラクションみたい。100円払うやつやな。この壁の近さもそんな感じがする。俺も乗ってみるわ。うわ来た。うわ来た。うわ。狭い。こっち側は余裕あんねんけど、ちょっとね、でもハンドル握りたいやん。ハンドル握るからこうなるから、こうなるね。すごい。ちょっと追いやられてる感すごい。右折の時毎回ぶつかるな。もう右曲がんない。一回シートベルトつけてみようか。これ仲良くないと無理やで。無理やな。エンジンかけるで。どうぞ。うわ。なんか響くな。もうすごいダイレクトに音聞こえるやろ。そうそうそう。ちょっと近所一周しましょうか。どうぞ。なんかすごいなこれも。サイドブレーキが右側やな。はい、じゃあゴーゴー。うわ、動いた。早いな。これハンドリングの時にすごい邪魔やな。いきます。うわ、なんか怖い。まだ30キロやで。マジで？めちゃくちゃ速く感じる。そうやろ。めっちゃ遊園地のゴーカートやん。挙動がゴーカートやん。景色がよく見えるな。窓がさ大きくてさ楽しいやろ結構。楽しい。このな車幅1車線でもこんだけさ移動できんねん。ほんまやね。すごいやろ。ほんまや。車自体がさ横幅がないから
そっか、だからどこでも行けんねんほんまに。面白いね。こんな行ったことない道あるやんか。こういうとこも行けんねんな。うわこんなとこ車あんまり行きたないや。そうやな。けどこれやったら行きやすいねんな。走行音めっちゃでかいな。そうやろ。外の音もめっちゃ聞こえるし。おもちゃみたい。窓開けてみようか。これ窓くるくるやねんな。そうやね。これめっちゃくるくるせなあかんねんな。よいしょ。よいしょ。昭和やろ。これ平成やけどね。あ、そうなの。へえ。20何年前のやつやねんな。そっか。おお。小回りすごいな。めっちゃできるな。そうやろ。古すぎるやろ。でもなんかもう必死やなって感じ。これな保険も夫婦で入ってるから、あ、ほんま。コピコも運転できるから。ちょっとしたいなとは思ってたけど。一回地下は一周してみようか一緒に。できるかな。まあ一回座ってみて。どう座ってみて。やっぱこっち広いね。足とか遠いんちゃいける？あ、誰の足が短いね。失礼よ。ちょっと合わせてみようか。これ椅子は移動できる。前に行けんねん。本当？前行く？あ、それが一番前やわ、そういや。あ、そうなの？もう一回行ってみようか。一回行ってみよう、もうこれで。アクセルブレーキだけいける？はい、いけます。一回ブレーキ踏んでもらって、でサイドブレーキここやねん。これ押すんだっけ？押して、そうそう。昔の車ね、だいたいこういうサイドブレーキやね。はい、お邪魔します。うわ、来た。すげえ押される。シートベルトがまず第一関門やね。むずいやろ。あ、座れるな。やろ？これほんまドアにくっつきながらやね。なあ。普通にしたらさ、普通にしたらもう邪魔やろすごい。サイドミラーはこれ？あ、それくるくる回して。あ、窓？あ、手動で直すってこと？一応チェックしてもらって。なるほどね。バックミラーいける？あ、こういうことね。なるほどなるほど。そっちさ、やばくなくない？ないな。もうここだけやね。オッケー、行きましょうか。エンジンはどこですか？エンジンはこのキーを右に回したら。おお。オッケー。よっしゃよっしゃ。サイドブレーキを引いて落として、オッケー。これかい？ドライブにして。あ、これでいいの？そうそう。面白いね。一旦ブレーキ離して、クリップ現象で前進むから、でそれでもう一回ブレーキ踏んでもらっていい？クリップ現象これめっちゃきつない？強いやろ。これだけでも結構走るやろ。ほんまかこれ。曲がるぜ。いけ。ハンドル硬っ。なんこれ。左行こうか。で左？いけー。わ、これ公道走るの怖いわ。ゲームやろもう。おもちゃみたい。よし行ってみようか。アクセル踏んでみようか。こんな感じ。ああ。今15キロやで。あれ？まあ歩いてる方が早いんちゃうかって。やかましいよ。ハンドルがね、ほんまにね、遊園地のやつなんよ。現代の車と思われへんやろ。そう。ゴミ出しに行かなあかんからね、これで。いけるかな。これタイヤ4つある？4つある。4つあるよね。なんか3つな感じすんね、これ見た目が。もう一個向こうまで行ってみる。オッケー。これなんか変な加速の仕方するね。変速ショック。そう、それ今あったな。この畑の中走るの気持ちいいやろ。気持ちいい。ゴミ出しに行くだけでもちょっとした冒険やろ。もうほんまに冒険やねこれ。よいしょ。曲がんのも一苦労やねこれ。そっか、男やったらねそんなにちょっと重い問題ないけど、女性やったらパワーせないとしんどいかもしれんな。N 版に慣れてるってのもあるし、これ窓が広くてさ、車体は小さいのにね、窓は大きいから空までよく見えて気持ちいい。この開放感はなかなかないよね。すごいいいよね。助手席はねこれ2、3センチも動かれへんな。もう動いたら邪魔になる。動いたらあかんな。運転手のなんかすごい狭い部屋に監禁されてる感じやな。これ男同士しんどいんちゃう？男同士無理やと思うで。相当仲良くないと無理やで。子供やったらちょうどええな。あ、そうやな。くくみちゃんとドライブしたいね。チャイルドシート止めれるんやっけ？これいけるで。いける？一応3点やからね。あ、本当？でもチャイルドシートつけたら運転席圧迫すんちゃうかな。ほんまやな。だいぶちっちゃいやつじゃないと。ほんまや。楽しかったわ。楽しかった。なんか初めての感覚やった。
確かにな。な。この感じは普通の今の車はないからな。うんうんうん。これが昔の車やねんな。そうやな。これ慣れるまでちょっと大変やと思う。そうやな。うん。でも慣れたい。楽しいから。ミゼットでさ、うん、クピーちゃんの幼稚園の送り迎えしようか。あ、ええな。ちょうどじゃん。俺はこのミゼットでキャンプとか行ってくるわ。これでキャンプすんの？うん、できる。楽しみやな。そうやな。これからまたキャンピングカーとかこのミゼットで動画も撮っていきましょうか。ね。うん。新しい仲間が加わって。そうやね。どうなるのか。うん。これって3人乗られへんやんな。3人は乗られへん。後ろさ、うん、クーピーさんここ乗ってさ、でクピーちゃんとクピコが運転するからさなんでやねん。一人2台乗ってさ罰ゲームや。罰ゲームやろうや。まずはゴミ出しでちょっと慣れていって、そうだね。でまたどうでもできるようになるか。うんうん。ちょうど明日ゴミ出しやし。じゃあお願いします、明日は。早速。湯気が多いですね。吹雪のように真横に降っています、雨が。こちら側が LP ガスなんですけど、LP ガス